はい、盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回はですね針金掛けのお話なんですけども、針金ね掛けというとかなりハードル高い作業だと思います。なかなか初心者さんには手を出しにくい、それこそプロの技術のもう究極といえばもう針金掛けみたいなとこあるんで、それぐらい難しいんですけど、ただ場合によってはね針金1本かけるだけで結構変わりますよと。で結構完成に近いところまでいけますよというのを今日ちょっとやってみようかなと思っております。で本題に入る前に少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっておりまして、もう3000人弱ほどの人が登録してくれてるんですけども、メールアドレスをね概要欄の方からメールマガジン見つけていただいて登録するだけで定期的に届きますので、よかったらそっちも見てみてください。はい、では本題に戻ります。これね手元に黒松ですけど、今でもね一応文人木っていう樹形ですね。文人木の樹形で綺麗には整っております。もうこれでしっかり完成ではあるんですけども、一応今回針金かけてガラッと変わるところをね、見てもらう、サンプルとしてこれ使ってますが、はい、とりあえずふわっとしたのちょっとねキュッと畳んだらねまた違う景色が見えていいんじゃないかなと。どちらがいい悪いはもう好みでいいんですけど、その変わるっていうところを見ていただけたらなと思います。じゃあ早速ね使う針金、こんな多分この太さで曲がってくれると思うんですけど、一応ねじゃあ実際ねやっていきます。この1本でどこまで変わるか、はい、いきますね。まずこの根元のどっかにこの針金をブスッと刺すんですけども、どこに刺そうかな。この辺行ってみようかな。ブスッとねしっかり、もうここが固定の最初なんで、よいしょ、綺麗に螺旋になるように。これもね針金の手の持っていき方、この木に巻きつくとこに片方の手で、もう片方はちょっと遠いぐらいでもいいです。あんまこことか近くに行くよりちょっと距離ある方が巻きやすいですね。で綺麗な螺旋になるように巻いていきましょう。でこの螺旋の間隔が広すぎたらねちょっと曲がりにくい場合があるんですね。狭すぎたら今度ブサイクみたいなね、かっこ悪いみたいな、広すぎるよりかは、これぐらいでまずこれで巻いてみましたと。ちょっと余分な針金を切っときますね、バチッと。はい、さあこれでどれぐらい曲がるかなんですけども、どういこうかな。ちょっとこっちに、この辺ぐらいからこっちに倒してみようかと思います。畳みながら一回ちょっとこっちに振ってよいしょ、奥行きも見せるように、よいしょ。はい、これぐらいでどうかな。さっきスルーッと上にあったのをこっちの方にちゃんとこっちもグネグネとなるべくなるようにね、あんままっすぐにならないように、全部が斜めというか直線的にならないように気をつけて、ちょっとこっちに倒してみました。だったらこういう流れが出てきた木に変わったかなと思います。はい、これがね言ったら幹に巻く針金なんで、枝に巻く針金とはまた違う種類の巻き方ではあるんですけど、こういう針金1本で幹がこんだけぐにゃっとね、もっと激しく曲げたい人は曲げてもいいんですよ。あとはもう全然好みで、結構曲がりました、この針金の太さでね。
はい、僕はこれぐらいがいいかなと思って今これでやめたんですけど、はい、これが針金1本で結構変わりましたよという一つ、はい、とこの幹を曲げるパターンともう一個ねちょっと用意したんですけど、これ僕は種から育ててもう樹齢が多分12、13年ぐらいだと思うんですけど、結構太いねいい黒松ですね。はい、でこういうねさっきのとはまた違って今度はもう幹も曲げようがないんで幹じゃなくて枝なんですけど、これ針金かけようと結構大変そうじゃないですか。はい、でこれに関してはさっき1本でって言ったんですが、これちょっとね昨日撮影する前に予行演習したんですけど、これは2本かけさせてください。2本、それでもたった2本で結構綺麗に変わったなっていう感じになったんで、はい、これでもこんだけ枝葉があって2本かけるだけで結構完成形に近づくとなったらだいぶ針金のハードルがね下がると思うんですよ。それはもう今ね事細かに全部の先の小さい目まで細い針金を使ってかけたらもうなおいいんですけど、なかなかそこまで難しいからできないっていう方のための今日一応ね少ない本数でもそこそこいけますよっていう感じなんで、はい、それを早速やってみますね。はい、2本かけさせてください。でも2本で結構変わるはずです。はい、よし、まずはこれ2本2本こういうね枝にかけるときは片方引っ掛けといてその隙にもう片方の枝に針金を巻きます。よし、この時もねなるべく葉っぱが折れないようにね気をつけて巻いてまいりましょう。この葉っぱの間をね通していくんでね、やっぱり葉っぱ折れやすいですけどそこ気をつけて巻くと跡が綺麗ですね。はい、こっち1本いった隙にこっちをねこの木のてっぺんの方にね、これ小さい木なんでね一番下の枝と一番上のねてっぺんのとこ同時にかけれるっていうね、はい、小さい木ならではな。でこれ太い針金は先の方まで行き過ぎると枝がね針金に持ってかれちゃうんで、これはこれぐらいと。で今こことこの辺りかけたんですけど、もうあと1本この辺かけさせてください。でかけてからまた枝をねグッと下げていくんで、よいしょ、こっちに引っ掛けてる隙にもう片方をかけると。葉っぱを巻き込まないようにするのが結構大変ですね。葉っぱの間を通していくんで、よしよし、こんなもんでいいでしょう。最初はねここからこの裏側通ってここまで、はい、で2本目はこの枝の脇のあたり、脇のようなあたりから下からここ持ってきたんと、もう一個はここ上通って今こうね行きますけど、ここにね、よいしょ、今巻いてるのが2本目のところですね。これね、よしよし、
本目はこういうところ、2本目はこういう感じ、この辺り、2本目はこの辺り、1本目はここから下まで、2本目はここからこう、はい、そんな感じで、はい、で正面がこうなんですけど、はい、ちょっとこれを今からね曲げていきます。ちょっとこちらの方向けますね、一回。こういうまずね、傾向としてこのてっぺんをちょっと持ち上げる感じで、この2本目のこの辺をちょっと下に下げると、でこれも下に下げる、もうちょっとてっぺん上げようかな、もうちょっとこれぐらい上げよう。こんな感じです。でそんなに変わってないと言われたら変わってないか分からんですけど、このてっぺんの部分がだいぶ持ち上げました、ぐーっとね。でここがすごい隙間があったところをこの枝を下げて埋めました。でこちらも後ろの枝をちょっと下げて、前からちょっと覗き枝っていうんですけど、この空間を埋めるような場所に今ありますね。でこちらの下の枝はこう高さがバラバラだったのをこう揃えました。ここ一棚としてね、はい、揃えた感じ、はい、これ一応ね、ここがスカスカってなってたところを2本の針金で埋まって、てっぺんの高さもねこれである程度の綺麗な三角形になったということで、いかがでしょうかと。はい、針金掛けなんでね、いろんな人の感性はもういろいろあってというところで、かけるよりかはかけないよりかは全然ね変わったなとは思います。はい、これぐらいでも結構いい下地ができたんで、ここからまたねちょっとずつね細かいところを順を追ってやっていけば完成に近づくでしょうと。できっちり針金かけなくてもこれだけするだけでもそれなりの自然体で今後どんどん良くなっていけるとは思います。この木ね、これだけしかかけなくても、はい、こんな感じで、最初のこっち持ってきちゃおうかな。はい、針金ね、針金かけというといっぱいねかけないとダメみたいな感じに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、こういう少ない本数でも要所やれば、これもねこっちの子も2本と言わず3本ぐらいかけたらさらにっていうところはあるんですが、だいたい要所を抑えれたと思います。はい、少ない本数で少ない手間でねできるよと思ったら、その針金に対してのハードルも下がるかなと思うんで、はい、初心者の方ちょっとここの枝気に入らんな思ったらね、1本かけるだけでもだいぶ変わるっていう頭入れたら、また今後綺麗な木を作りやすくなるんじゃないかなと思います。はい、本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷4004代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メルマガジンもよろしくお願いします。